皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。ここ数日は本当に寒い日が続き、冬本番といった季節になりました。雪も舞い、ベランダ多肉も凍えないように寒さ対策しています。ちなみにこの不織布は気温が低い時にはかけっぱなしにしていますが、気温が上がる日には外さないと多肉が蒸れてしまったりするので要注意です。庭のビニールハウスに入りきらなかったセダムたちもベランダで寒さをしのいでいます。そして今週末、早くもここ広島でも寒波が来る予報になっているので、多肉たちもちょっと心配です。そしてここで注意しておきたいのが多肉の水やり。気温がマイナスになるような日に水やりをしてしまうと多肉も凍ってしまうリスクがあるんです。ここベランダ多肉はほぼ水を切っている状態です。葉の様子を見ながら水が少ないようなら、暖かい日に少量をあげるだけ。たっぷり水をあげてしまうと凍るリスクが高まってしまいますからね。少しでもそのリスクを軽減するために、冬の間はなるべく水を切って多肉を育てるようにしています。多肉の葉が凍って樹れてしまうと復活はできませんが、水を切り気味に育てている多肉は多少凍っても自然解凍で復活してくれる可能性もあるんです。実は以前一度だけ多肉を凍らせたことがあるんです。その時凍ってしまったのは秋麗と姫秋麗なんですが、凍ってダメにしてしまったと少しへこんでいたものの、後でベランダを覗いてみると復活していてびっくりしたことがありました。ただ夏同様に多肉の水を切るとやはり外葉が枯れてしまうんですよね。それでも成長点が元気なら心配はいりません。春にまたしっかり葉を増やしてくれます。スノーハンズの葉が落ちていましたが、これ先がちょっと黒くなっているんですけど、葉差しできるのかな。とりあえずポットの横に刺しておくことにします。これで新芽が出たらラッキーですね。お隣はホワイトホエール。グリーンの葉に赤いエッジがクリスマスにぴったり。葉差しから育てたこのブルーバードはまだまだ小さいんですが、ピンク色でとっても可愛いんですよね。真夏のベランダは多肉も青々していましたが、寒くなり紅葉して一段と華やかになっている。この多肉を見ているだけで本当に幸せです。そして少し前にベランダにビニールシートを貼ったんですが、このビニールシートの遮光率はこんな感じです。影になっているところがビニールシートがかかっているところです。ビニールシートをかけた途端、強風でビニールが緩んでしまいましたが、とりあえず飛ばされなくて安心しました。シルエットかと思い札を見てみると、コロラータ×エレガンスでした。似ている多肉ちゃん、ちょっと困りますね。シンデレラは不織布をかけたおかげで花芽が折れてしまいましたが、伸びた花芽はカットするので心配いりません。ベランダから庭へ降りてきました。ハウス内を覗いてみると、中はとっても暖かいです。今年は入り口を全部閉めずに開けっぱなしにしていますが、これだけ暖かいと胴切りした多肉や葉差しっこちゃんもすくすくと成長してくれています。狭いハウス内の通路に置いてある多肉だけは
朝外に出して、3時過ぎには外もだいぶ風が冷たくなってくるので、その頃にまたハウスの中に入れるようにしています。そして玄関前の多肉には今年はビニールのプチプチをかけています。去年までは不織布をかけていたんですが、不織布とプチプチどっちが暖かいのかちょっと試しに使っているところです。昨日は雨も降ったので、このビニール製のプチプチが大活躍でした。気温がマイナスになる日や雪が降る日などには、この下に不織布をかけて多肉を寒さから守ってあげようと思っています。このビニールのプチプチを留めているのは洗濯バサミ。この大きめの洗濯バサミは使い勝手が良く、とっても重宝しています。ビニールを外して朝日を浴びた多肉たちはとても綺麗です。このスプリングワンダーも植え替えする前に寒波が来てしまいました。それでもカットした後に脇芽がたくさん出てきています。ビニールハウスの前に並べていた多肉も玄関ポーチの一段高い場所に避難させてきています。パンジーも黄色くなって可愛くなってきましたね。そして11月にこのプランターへ植え替えた七福神と秋麗ですが、このプランターにはセダムも植えているため、今夜の寒波に備えて玄関の中へ避難させようと思っています。七福神と一緒に植えているこの秋麗も鮮やかなサーモンピンクに紅葉してとっても綺麗です。この多肉の葉差しですが、寒い中小さな芽がたくさん出てきています。この葉差しも今年は家の中に入れることなく、玄関横ですくすくと育ってくれています。暖かい日はこうして外に出して日差しに当てているのが良かったのかもしれませんね。芽はまだ出ていないこのバハマも根っこはしっかり伸びていました。そして花芽の茎からもいだこのピーチプリデの葉差し、やっと芽が出てきました。こんな風に花芽についている葉も葉差しできるので、捨てないでぜひ葉差しに使ってみてくださいね。そして隣の葉差しも見ていくと、グリーンアップルの葉が1枚黒く傷んでしまっています。こうなるともう芽は出ません。この黒くなってしまった葉や樹れた葉はカビの原因になったりもするので、早めに処分しておきます。そしてこの寄せ植えですが、コーヒーの麻袋から一回り小さい鉢へ植え替えして移動できるようになったおかげで、寒さに弱い多肉が一緒に植わっていても、寒い日にはハウスの中へ移動させることができるようになったので、この鉢の管理も随分楽になりました。そして最後はこの発泡スチロールに植えているセダムたちの様子です。一度野良猫のトイレ代わりに使われてしまい、真ん中にぽっかりと穴が開いていましたが、今ではすっかり元通りです。猫のトイレ代わりにされて枯れてしまうか心配でしたが、そんな心配もなく、今は可愛く紅葉してくれています。そしてかりんちょさんとのお散歩で見つけたこのノラセダムは少し寒さに弱いようですが、今年もこの発泡スチロールは野ざらしのままです。はい、ということで今日の動画は寒波前のベランダ多肉と庭多肉の様子を見ていきました。いかがだったでしょうか。皆さんの多肉も寒波に備えて
しっかり寒さ対策してあげてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。